鐘の音を聞くと学生時代を思い出したりしませんか？あの頃、歴史の教科書に載っていた人たちはどこか遠い昔の人のように感じていました。どっち？ありがとう。ここに来ると昔のことをもう一度習っているようで、ホテルの食事も合宿みたいで、あの頃の学生気分に少しだけ戻れた気がしました。お侍さんたちに見送られて、旅はここから始まります。くみちゃん地図持てるから案内してね。まっすぐです。入り口を抜けた先にあったのは、すぐに広がる街並みではなく、これから別の時代へ向かっていくような静かな道でした。すれ違う町娘、本当に江戸に来たような錯覚に陥ります。お茶屋形だけ。形だけか。なんか面白いね。最初にこの水車を見たことで、村が単なる再現ではなく、暮らしの流れまで考えられた場所なのだと感じました。どっちにや。この子何？七重？上手な歌。ね。両国橋を渡ってまいりますと、そこは商人の町です。うっちゃんが食べたいのあるよ。鮎の塩焼き。さあ食べまくろう。鮎の塩焼き一つください。ありがとうございます。じゃあ700両になりますね。はい。現金だけです。こちらすみません、現金だけ。ミャンマーソフト。久しぶり食べた。めっちゃ美味しい。江戸だね。アイスの後にご飯は大人の特権です。江戸時代にもあった。江戸村で一番楽しませてもらったのは、プロの役者さんたちが舞台に立ち、観客との掛け合いも交えながら演じるクオリティの高い演技。大盤週間の最後だから大盤振る舞いで参りましょう。勝負。
他に子どもと共に楽しめるいろんな体験アクティビティも充実。一つ目に教えた術の名前、みんなで大きな声で言ってみろ。せーの。はい。どっち？外に出たと思ったら、ここからが本当の迷路でした。すげえ。びっくりした。びっくりした。結構怖いね。江戸村の魅力はまだまだ尽きません。例えば侍の町で剣術を学んだり、職人の町で伝統的なものづくりやせんべい焼きを体験したり、そして何よりもここに身を置くと人と人との距離が不思議と縮まり、心が解き放たれて旅をより深く楽しむことができます。どうしたどうした。びっくりした。鬼怒川に大江戸温泉ホテルは2カ所あります。今回泊まったのは御苑というところです。ロビーから広がる景色が印象的ですが、実はここ、昭和のバブル時代には VIP や大企業の団体客を迎える最高級の老舗旅館でした。館内マップを見ても迷いそうな広大な造りや、エレベーターを降りてからどこまでも長い一本道が油田へと続いています。かつて華やかな宴の舞台だったその空間は、時代を経て今では漫画やカラオケを誰でも楽しめる穏やかな憩いの場へと姿を変えています。そんな時代の移り変わりを感じながら、私たちはその奥にある今でも変わらない癒しの露天風呂に入ってきます。そのまま入れる。何も登録しなくても。美味しい。美味しい方。いいね。せんべい。パッケージの猫が可愛くて選んだこのおせんべい。調べてみたら東照宮の眠り猫の彫刻師の名前がついた有名なお店のものでした。この伝統の塩バター味以外にもたくさんの味の種類があります。おすすめなのでぜひ食べてみて。すごい静かでよく
すごく寝やすかった。なんか温泉入ったら疲れは取れるね、一気に。それが温泉だよ。すごく足が軽くなってる。なんだこれ。こういう人いるよ。こういう人いそうだね。すごいね。上手だよ。I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like 温かくホットケーキみたいな。 like a wildfire. 500円。300 300。こんなでかいの300。90。ああ。 Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. 超綺麗。 If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Like a wildfire. いちごだ。めっちゃ可愛いね。かわいい。つけたい。はい、1、2、3。サビがいっぱい。これ以上聞かないならね、僕は困るよ。目つぶしてどうすんだよ。綺麗。輝いてるね。
Parece Netolín. ¿Qué parece? Netolín.どこ？本当だ。気持ちいいね。今日でよかったね。昨日だったらすごく寒いと思う。眠り猫の門をくぐり、207段の石段を行く。あの小さな猫が守っていたのは、この深い森に眠る徳川家康。以前日本平を訪れた時、麓の久能山東照宮が彼のお墓だと聞いていたけれど、ここへ来て初めて知りました。日光東照宮が2つ目のお墓だったんですね。東照宮を出て石灯籠が続く道を抜けると、ここは縁結びで有名な二良山神社です。そして私のお気に入り、いいえんうさぎはここにいます。幸せを呼ぶ金色のうさぎなので、皆さんへも少しだけお裾分け。今回は初夏の陽気でとても過ごしやすい日光でした。季節ごとに変わった風景を見せてくれる場所が日本にはまだまだたくさんありますね。また素敵な場所でお会いしましょう。